んにちは、ペーパーデコレーションの山本恵美子です。今日は折り紙で鱗のかわいい、裏にしてもパッチワークみたいでかわいい鯉のぼりを作ります。鱗にする折り紙を用意します。折り紙を色のついた方を外側に半分に折ります。広げて反対側も半分に折って折り線をつけます。広げて角を中心の折り線が交わるところに合わせて折ります。上の角も同じく折った線を合わせて中心に折ります。折ってない方の角の片方だけこのように少しだけ折ります。中央についている折り線に合わせて色がついた方が外側に来るように折ります。これを必要な枚数の鱗の分だけ折っていきます。何枚か同じように折りましたら鱗をつないでいこうと思います。まずは3枚横につないでいこうと思います。半分に折ったところを広げます。隣り合う鱗のこの面とこの面を貼り合わせていきます。折ってある片方の部分の三角部分を糊を塗り、隣の貼りたい折り紙の方の三角部分を一度広げて三角同士が重なるように貼ります。この中心の折り線がぴったり重なって、ここの折り線の部分が重なるときれいに合わせることができます。でこのまま半分に折ると2枚重なった状態になります。もう一度同じことを繰り返して3枚つなげていきます。これで3枚つながりました。同じ方法で今度は4枚つながったものを作っていきます。4枚つながりました。4枚つなげた方はもう一度広げて左右の半分の分を内側に折り曲げます。そしてまた折り目のところに合わせて半分に折ります。そうすると3枚つなげたものと同じ横幅になります。これをつなげたい長さになるように何本か準備いたします。何本か準備できましたら貼りつなげていきます。この折り目のところが少し浮いてしまうのでしっかりと閉じるように根元のところをこのように少し折り上げていきます。
3枚つながったものと4枚つながったものと交互になるように並べて、どのように貼りたいか決めておきます。貼る順番を決めましたら貼り合わせていきます。内側の模様のない方、色のない方の三角形のところに糊を塗っていきます。今は3枚連なっている方の折り紙に糊を塗りましたので、次は4枚連なっている折り紙を貼り合わせていきたいと思います。この糊を塗ったところに重ねていきます。ちょうど三角形が重なって隠れて見えるようなところにこのように貼っていきます。次も同じく今度は3枚連なった方をここに合わせて貼っていきます。同じように糊を塗っていき、このちょうど三角形の隙間のところが隠れるように上から重ねて貼っていきます。これを3枚のものと4枚のものと交互に貼っていきます。お好きな長さまで貼り重ねていったら、胴体の鱗の部分は完成になります。頭と尾っぽを作ります。32センチと20センチの長方形に切った色画用紙を2枚準備します。下の辺の角から2センチのところに印をつけます。反対側、左の下の角から3センチのところに印をつけます。この印と印を結ぶ線を引きます。引いた線に合わせて切り取ります。2センチの幅ぐらいに糊を塗って鱗と貼り合わせます。頭がくっつきました。もう一枚の色画用紙を長い辺が半分になるように折り曲げます。折り曲げた辺の8センチのところで印をつけます。そうしましたら、右端上の角から印をつけたところまで線を引きます。線の通りに切り離します。広げて、鱗の下の方にこのように貼っていきたいと思います。鱗をつなげた時と同じように三角部分に糊を塗って
尾を貼り付けます。これで尾も貼れました。目を作ります。白い紙と黒い紙を準備します。この紙はコピー紙や折り紙でも構いません。白目と黒目を描きます。コンパスで丸を描いても構いませんし、今回はこのようなテープを利用して描いていきます。白目は大きな丸、外側に合わせて丸を描きました。黒目は内側の丸に合わせて印をつけます。印の通りに切っていきます。白い目に黒い丸を貼っていきます。糊を少しつけて貼っていきます。真ん中に貼るよりも細いところと太いところと出るように偏らせて貼ると可愛くなります。顔に目を貼っていきます。この黒目の向きがお好きな方向になるようにして決めましたら、裏に糊を塗ってペタンと貼っていきます。これで鯉のぼりが出来上がりました。鯉のぼりを飾るときに紐に吊るすことになると思いますので、その紐を作るための輪っかを作ろうかと思います。だいたい2センチ ×5 センチぐらいのこのような紙の長細いものを作って、少し差を作って曲げます。だいたい1センチぐらい段差をつけて半分に折りました。これに糊を塗ります。この1枚だけの方と2枚重なっている方と糊をつけておきます。鯉のぼりを横にして飾りたい場合は、上に2箇所貼っていきます。鯉のぼりを裏に向けて、頭の上のあたりと尾っぽの上のあたりに糊を塗った方を下にして貼れるようにして、このように貼ります。尾っぽの方と頭の方です。縦にして吊るしたい場合は、顔の上の方に先ほどの輪をつけたいと思います。糊がついている方をやはり下にして鯉のぼりの裏からこのようにつけていきます。そうするとここの上のところに輪っかができて、ここに紐や糸を吊るすことができます。先ほどの輪っかに糸や紐を通すと吊るすことができます。裏もパッチワークみたいで可愛いので、裏も見えるようにしてもいいかもしれません。ぜひ作ってみてください。